こんにちは。 IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。今回は IKEA でめちゃくちゃおしゃれな新商品が出てますので、そちらを紹介したいのと、購入品は結構当たりだったんですよ。あとリピ買いしたものもありまして、ちょっと模様替えもしましたので、そちらの様子もご覧ください。結構 SNS で話題になっている新商品でして、ビジュアルがねめちゃくちゃおしゃれなんですよ。こちらのストライプの商品なんですけども、はい、こちら何かわかりますでしょうか。キッチングッズなんですよ。ヒントとしてはこちらはスパイスミルです。こちらは2個セットのお値段となっています。こちら本体はポリプロピレン製なんですけども、中のグラインダーの部分は陶磁器素材となっています。思ったより軽いなという印象です。またこちら食洗機も対応しています。こちらのダイヤルで粗さの調節ができるようになっているのだと思います。インテリアアイテムとしてとっても映えますよね。こちらの商品は半年ぐらい前に出たかな、もうだいぶ前に出た商品なんですけど、もうずっとね見本すらなくなっているような感じだったんですけど、商品復活してました。このねグレーの方が特にすごく人気みたいで、とってもおしゃれなので、ぜひチェックいただきたいなと思います。こちらはベジタブルチョッパーです。以前動画で紹介して私は買わなかったんですけども、コメントですごく欲しくなるようないいコメントいただきましたので、今回購入することにしました。ありがとうございます。確かにこの食洗機が対応してないっていうところでちょっと引っかかって買わなかったんですけど、便利アイテムかもしれないので使ってみることにしました。ラベルは剥がしやすいものでした。一安心です。ここはこちらは収納時はこのようにハンドルを中にしまうことができますので、コンパクトになるというのが特徴です。こちらは蓋ではなくて滑り止めです。玉ねぎまあまあ大きめだと思います。玉ねぎ1個トライしてみようと思います。こちらのオレンジの商品は調理用ボウルで3つセットで売っているものなんですけども、このようにヘタとか皮とかのゴミを入れるのに重宝しています。このままねパッとゴミ箱にひょいって入れられるので便利なんですよ。で玉ねぎ1個にちょうどいいサイズだなと感じましたね、このチョッパーは。で正直ここまで切ったらもうこのまままな板で切ってまえっていうふうに思ってたんですよ、ずっと。ただここからノーカットでお送りしますけども、本当にもう一瞬でこのみじん切りの状態になってるんですよ。ちょっと早送りします。私がですね何度も様子を確認するので時間かかってるんですけども、くるくるやれば本当に早いです。あっという間。正直びっくりしました。もう電動のフードプロセッサーっていうんですかね、そういうのを持ってるんですけど、そこまでじゃないし、こんぐらい手でやっちゃうよと思ってましたけど、いや全然手軽でいいと思います。そのねコードつないだりみたいな煩わしさもないですし、このサイズ感もその玉ねぎ1個分っていうのが本当絶妙だなと思います。1個まるっとねいけるのがいいと思いました。教えてくださった方本当にありがとうございます。また無印にも似た価格帯で同じようなサイズ感のものが売ってるみたいなんですよ。そちらもし使ったことある方いらっしゃいましたら、ぜひ使い心地も教えていただきたいなと思います。はい、店舗に戻りまして照明コーナーです。今季フロアライト結構新商品で出てるんですけども、こちらちょっとベージュなんですが工業チックなデザインのフロアランプが出ていました。2灯ついてて角度も変えられますので多用途に使えていいですよね。ちなみにこちらはデスクランプとペンダントランプも同じシリーズで出ています。なのでシリーズで揃えてコーディネートすることができます。デスクライトは結構大きめですので実物ご覧になるのがいいかなと思います。思ったよりも大きいなって感じると思います。続きましては花瓶コーナーです。今期のアジサイがちょうどディスプレイされていたので可愛かったので
紹介します。でこの花瓶との組み合わせすごく可愛いなと思いました。こちら花瓶の方は、新商品ってわけではないんですけども、とってもエレガントで素敵な商品となっています。いやお値段も素敵なんですよね。 IKEA の商品ってちょっと優しめのホワイトっていう感じの色味に見えます。でアジサイなんですけど、今期のはすごい模様が繊細になってまして、よりリアルになっています。ただお値段も去年のものよりもちょっとお高めになっているのかなと思いました。こちらブルーと紫っていうのかな、何色、ちょっと紫が入った色味と3色展開となっています。次はこれは絶対に紹介しないといけないなと思っていた商品でして、このジョウロなんですけど、人気のすごいデザインのジョウロがありまして、こちらの色違いでブラックが出たというのをオンラインで見まして、実物を見たわけなんですけども、なんとサイズは大きくなってました。もうただの色違いと思って買ったら大変なことになるパターンですね。ただこれに関しては大きい方が便利かもしれないです。私こちらのね、前からあるベージュのタイプ持ってるんですけど、水が入る量結構少ないんですよね。水をやりきれないんですよ、観葉植物何鉢か持ってますと。なのでこのサイズ感は使いやすいかもしれません。多分ね、限定でシーズナルで入れ替わっちゃうのかなっていう気はしています。今季大人気の鉢カバーがあるんですけども、こちらまた在庫復活してました。すごく素敵なので、こちらの模様がですね結構立体的になってまして素敵なので、狙ってた方はまた在庫をチェックしてみてください。もう今もまたねほぼ品切れになってますね。オンライン見たらオンラインサイトで入荷予定日が書いてあることもありますので、ぜひチェックしてみてください。これすごくいいなと思った商品がありまして、こちらなんですけども、すごく大きいサイズの鉢カバーなんですが、こちらはリサイクルプラスチックを 80% 以上使用したプラスチックの鉢カバーです。すごく軽いんですよ。もうこのサイズになってくると土だけで相当重いので、鉢カバーが軽いのはいいことだなと思います。でただ質感がめっちゃプラスチックって感じじゃないように見えて、それがとてもいいなと思いました。鉢カバーの質感ってやっぱすごく大事ですよね。インテリアでとても大事だと思います。ただやっぱりね、重たいと大変ですからね。こちら右に映ってますのはちょっとコンクリートっぽく見えるじゃないですか。こちらはコンクリートなんですよ。はい、見たまんまでめちゃくちゃ重いです。持ち上がりません。鉢カバーは軽いのがねいいわって方、こちらの新商品チェックしてみてください。 IKEA はアウトドアファニチャーが出る季節となりました。ディスプレイがたくさん出ています。かなり充実したラインナップでガーデンテラス用の家具が出揃います。中でもこの時期に早々に人気になりますのがこの日よけ用のテントなんです。毎年のポップアップテントよりも今年はちょっと立派なものが出ていました。ただ IKEA すごい安いんですよね。それで人気みたいですね。このテント以外のこのチェアとかも全部同じシリーズで出ていますので、デザインがちゃんとコーディネートされています。このテントは背面が一部メッシュになっていたり、通気性が良くなっています。で今期のガーデンファニチャーでもう一つ注目したいのがあって、ちょっと屋外用に見えないこのおしゃれなチェアなんですよね。深緑のような色合いとこのちょっと曲げ木のようなデザインになったチェアなんですけど、こちらスチール製になってまして、雨に濡れても大丈夫な仕様になっています。いかにも屋外用じゃない感じが素敵ですよね。しかもこちらスタッキングすることが可能です。オンラインサイトの画像では4脚ぐらいスタッキングされてました。でこちら同じ種類のテーブルもありまして、こちらは思ったよりも安定感がありいいなと思いました。全くぐらつかなかったです。しかもこの天板裏にフックがついてまして、バッグがかけられる用の、もうカフェですね。カフェ用なのかな。ガーデンファニチャーの最後に限定コレクション紹介しておきます。こちらのとってもコンパクトな折りたたみ式のチェアとテーブルです。
とてもコンパクトなので持ち運ぶのに便利です。このテーブルの天板とチェアの足が同じ素材になっています。IKEA は毎年このシーズンになるとビーチタオルが発売されます。今季はこのようなピンク色でした。毎年結構人気でして、というのもすごいサイズがですね大きめなんですよ。なので夏の肌掛けみたいに使われる方もいらっしゃいます。その素材が片面だけパイルになっているのでめっちゃタオルって感じじゃないので、そういう使い方も結構いいなと思います。素材は綿 100% です。ベッドコーナーに新商品の布団カバーがコーディネートされていたのでチェックしてきました。この大胆なグラデーションの布団カバー意外といいですよね。これ枕カバー、私以前ラベンダーカラーって言ったんですけど、こちらもグラデーションになってました。これを見たうちの子はですね、上下が分かりやすくていいねと言っていました。確かにそういうメリットはあるのかな。オンラインの画像で見るとすごい派手そうに見えるんですけど、意外とねそんなに派手じゃないっていうパターンでした。めちゃくちゃ可愛いフックが新商品として出ていました。こちらのブラックの3つセットのものとなっています。素材はポリプロピレンでした。何もかけてない状態でもすごく可愛いですよね。でちょっとねカバンとか引っ掛けられるっていうのもすごくいいなと思います。このヘラジカに関してはアクセサリーなんか細かいものも引っ掛けられそうです。これは可愛いですね。しかも3つセットでこのお値段っていうのもさすが IKEA だなと思います。はい、で購入品の紹介をねもう一つしたいんですけども、これはリピ買いです。なんと2個もねさらに買ってきてしまいました。すごく今年もうこれ大ヒットなんですよ、私の中で。テープライトなんですけども、まずねこのベッドの下にこのように設置していまして、結構これが雰囲気もいいですし、さらに足元も照らしてくれて機能的っていうのですごく気に入ってます。光り方もこうブツブツしてなくてすごく綺麗なんですよ。こちらの商品はコンセントに挿す部分が付属していません。 USB タイプ A なのでコンセントに挿す用のアダプターは別途必要になります。こういうちっちゃいやつ、よく昔の iPhone についてたやつ今も余ってる方いらっしゃるんじゃないでしょうか。私はねそれを使って今回は設置することにしました。長さについてはこちらに記載がある通りで、光る部分は3メートルあります。でそこから2メートル配線とスイッチがあって USB という風になっています。でここがスイッチの部分になりまして、このようにオンオフスイッチと調光何段階だったかなできるようなスイッチがついています。でこれの本当いいところは光り方がブツブツしないところっていうのと、本当細いんですよ。だからめちゃくちゃ手軽につけることができます。これ自体の裏にこのように両面テープがついています。どこに設置するかなんですけど、この窓枠ですね。前々回のルームツアーの動画に上げたんですけど、ちょっとね照明を増やしたいなと思ってまして、今回実行しました。で思ったよりめちゃくちゃ簡単に設置することができました。私今回カーテンレールに貼ったっていうか、こんな風にセロテープで本当にところどころ貼っていっただけなんです。めっちゃ簡単でした。この壁のクロスとはくっつかないですけど、カーテンレールとはセロテープくっつきますので。でこちらビフォーです。でアフターがこんな感じ。照明の力って改めてすごいなと思いました。壁際の天井が光ることで視線と意識が分散されて空間が広く感じるなと実感しました。皆様伝わりましたでしょうか。手軽なのでぜひ皆様にもおすすめしたいです。このテープライト使い方は無限にございまして、こちらのルームセットのようにショーケースの中とか壁面収納の縁、またモニターの後ろなどあらゆるところに設置しています。壁がこうグラデーションができることによって本当に雰囲気が良くなっていますよね。続きましてはルームセットを一緒に見ていきましょうのコーナーです。
こちらは IKEA 東京ベイのルームセットです。このペンダントライトすごく好きなんですよね。ちょっとカントリーチックなインテリアなんですけども、グリーンが差し色になっていてとても可愛いです。あとちょっとゴールドも入ってるので、このインテリアととても合ってますよね。棚の上にあるラタンのフレーム、ずっと売り切れてます。本当に可愛いんですけど本当に買えない商品となっています。あとこのコンロ周りの収納というかレールが付けられてまして、こちらもゴールドのものが使われています。なかなか大胆な収納方法ですよね。こちらは IKEA 横浜なんですけども、似たようなカントリーチックの同じキッチンですね、多分ね、ルームセットとなっています。こちらはテーブルのコーディネートがグリーンが使われていまして可愛かったので紹介します。こちらのプレートのシリーズは結構シーズンによってカラーが入れ替わってしまう商品なんですが、もうこちらのペールグレーグリーンは販売終了というふうにオンラインサイトでは出ています。在庫限りとなっているみたいです。すごく素敵ですよね。でこちらのマグカップ可愛いんですよ。こちらはピンクとグリーンの2個セットとなっています。で注目したいのがこちらの新商品のプレートスタンドです。ものすごい華やかになりますよね。こちらは使わないときは畳んで収納できるのでご安心ください。こちらはおしゃれすぎるキャンドルホルダーのコーナーなんですけども、このキャンドルホルダー新商品なんですけど、早速じゃない使い方が SNS で話題になっています。このミニサイズのタイプの中にフィギュア、小さい人形などを飾ってディスプレイするというのが話題になっています。このようにガラスを持ち上げて開閉できまして、出し入れすることができます。でいよいよ IKEA PS 発売という時期に差し掛かっているんじゃないかなと、どうだろうか思ってるんですが、またそちらの購入品も紹介したいと思っています。あとはですね、そろそろいろいろ新商品リニューアルなどいろいろありましたので、収納特集もしたいなと思ってます。ちょうどね1年ぐらい前の動画になりましたので、収納特集してからそのようなことを考えております。最後までご視聴いただきありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしましょう。